行こう。もう少しで運命の向こう。もう少しで運命の行こう。もう少しで運命の向こう。もう少しで行こう。もう少しで運命の向こう。もう少しで運命の行こう。もう少しで運命の向こう。もう少しで今皆さんが見た動画は全部スマホで作りました。気になる方はぜひ最後までご視聴お願いします。なんで今回天気の子の動画を作ったのか。梅雨だから、ネットフリックスで天気の子が見れるようになったから、合ってます。実は今回の企画はある視聴者さんのコメントがきっかけでした。 TikTok で投稿できるライブワーペーパーについての動画が見たい。ライブワーペーパーっていうのはこういった感じのヌルヌルした動きをする動画のことですが、これがスマホの待ち受け画面になるんです。こういった動画は TikTok で100万再生、インスタで500万、2000万再生されている人気のコンテンツです。ヌルヌルした動画の魅力は視聴回数ではありません。この動画は1分で作れます。それにこの動画で稼ぐ手段はなんと3つもあります。 SNS の広告収益で稼ぐ方法、壁紙を販売して稼ぐ方法、アニメ関連のアフィリエイトで稼ぐ方法。一石三鳥じゃなくて一度が3マネー。今回の動画の流れは、まず無料で写真を生成します。生成した写真を1分で動画に仕上げます。動画を壁紙に変更して、最後壁紙をサイトに販売するやり方も詳しく紹介しますので、今回は期待してください。写真を無料で生成できるツールはない。ステーブルディフュージョンでできる方法も教えてほしいっていう声もあったので、今回は無料で写真を生成していきます。まずプロントを書くためにクロドのサイトに入ります。検索欄に作ってみたい写真を載せてあげます。ステーブルディフュージョンのプロントを書くようにお願いします。クロードのいいところは、英語で書いたプロントを日本語で予約してくれるので、翻訳しなくても内容がわかるのはいいですね。プロントの内容を見ると、水中の渦巻きっていうワードが入っているので、これは水じゃなくて雲であることを教えてあげます。そして再度書き直すようにお願いします。2回目送ってきたプロントを見ると、特に問題はなさそうなので、プロントをコピーしてあげます。写真生成 AI といえばミッドジャーニーとステーブルディフュージョン。ミッドジャーニーはお金はかかるけど、初心者でも簡単にクオリティの高い写真が作れます。ステーブルディフュージョンはパソコンにインストールさえすれば無料で無制限に使えるメリットはあるんですけど、インストールが難しい。 Google コラボを使ってオンラインで使える方法もあるけど、無料で無制限に使えるわけでもないし、初心者向けではないです。それにローラ、サンプルメソッド、コントロールネットなどのちょっとした知識も必要です。じゃあ課金してミッドジャーニー使うしかないかと思ってませんか？ステーブルディフュージョンにはミッドジャーニーにない魅力もあります。この写真はミッドジャーニーであらゆる手段を使ってもうまく生成できなかったんですけど、ステーブルディフュージョンでは一発でいけました。カスタマイズができるので、狙った形の写真を作るならステーブルディフュージョン一択です。今回皆さんに紹介するのは、初心者でもステーブルディフュージョンを簡単に使えるシェイカー AI を紹介します。 Google にシェイカー AI と検索します。こちらのサイトをクリック。この中から作りたい写真のイメージに近いやつがあれば選択して作るんですけど、今回のように新海誠様のアニメーションを作る場合は直接検索します。たくさん出てるんですけど、やっぱり男なので本能的に可愛い方に行っちゃいます。ランモデルをクリックします。ジェネレートの下にあるところに先ほどコピーしたプロンプトを貼り付けます。イメージレファレンスのところには作りたい写真を添付してあげると精度が高くなります。するとこういう画面が出るんですけど、ラインアートをクリックしてみます。ステーブルディフュージョンが精度が高い理由は、こういう風に形をしっかり撮ってくれるモデルがあるからです。サンプルステップは30までに上げます。そして下にあるイメージサイズのところに横と縦の長さを設定してあげます。ショート動画を作る場合は私と客の数字になるので注意してください。ジェネレートをクリックします。イメージに近い写真は出てきたんですけど、まだ満足できないので違うローラーモデルを選択します。今のモデルを削除します。Add ローラーをクリックします。検索欄のところに同じく新海と検索します。左下にあるモデルを選択して試してみます。さっき生成した写真と違う形と色が出たので、このモデルで決めて枚数を増やしていい感じの写真を探してみます。
ことはまだあるかい。何これ。こういう風に写真の中にいらないものが写ってる場合は上にあるリムーバーツールを選択します。四角の形を選択して囲んであげます。リムーブをクリック。綺麗に消えましたね。ついでに過失も上げます。上にあるアップスケーラーをクリック。過失は2倍にしてあげます。比較してみるとぼやっとした写真が一気にくっきり見えましたね。実はシェイカー AI はクリエイターに強い AI ツールです。なんかすごい写真を作りたいけどアイディアがない時はこういう風にモデルを見ながら新しいアイディアを得ることができます。モデルをクリックすると他のユーザーが作った写真のプロンプトを利用して新しい写真を作ることができます。試しにこちらの写真のプロンプトを参考にして RKJ ビデオのロゴを作ってみます。ランモデルをクリックします。プロンプトを貼り付けます。イメージレファレンスのところをクリックしてさっきの写真を置き換えましょう。添付する写真は文字がはっきり見える写真であれば何でも大丈夫です。サンプルメソッドの方にはたくさんのモデルがあるんですが、ここもいろいろ試してみるとまだ違う写真が出てくるので、もしイメージした写真が出なければサンプルメソッドを変えるのも一つの方法です。はい、出てきた写真がちょっと想像と全然違うものが出たので、右上にあるベースモデルをクリックしてさっきと違うモデルで写真を生成してみます。さっきとまた全然違う写真が出ましたね。こういう風にモデルとサンプルメソッド、プロンプトを変えると全然違う写真が出てくるので、これも一つの楽しいところですね。それレオナルドとシアートにもあるし、シェイカー AI 使う必要あるっていう声が聞こえます。レオナルドとシアートはサイト内にあるモデルでしか写真を作れないので簡単に作れますが限界があります。シェイカー AI はローカルで使う人向けにモデルもダウンロードできるようにしてるし、アップロードもできます。そして最新モデルのステーブルディフュージョン3が使えるんですね。あとファッション、商品デザイン、アート、建築、インテリなどクリエイターに優しいモデルが多いです。気をつけてほしいのは商用利用として使う場合はメンバーシップが必要です。フローフォトアートっていうアプリをダウンロードします。左上のメニューをタップします。動画にしたい写真を選択します。まず左下にあるアニメートっていうアイコンをタップして動かしたいところにアニメーションをつけていきます。すると周りのものまで動いてしまうので左から2つ目のアイコンをタップします。アニメーションの影響を受けたくないところに境目を作ってあげるイメージですね。確認してみると下の空の方はアニメーションの影響を受けてないので自然な感じがします。アニメーションの強さは左から5つ目にあるベロシティのタブから数字を調整してあげるとアニメーションの強さを調整できます。次は上の方にもアニメーションの影響を受けないように境目を作ってあげます。次は他の雲にもアニメーションの動きをつけていきます。雲の動きに沿ってアニメーションの方向を決めていけば簡単だと思います。雲と雲の間にも境目を入れてあげるとより自然な動きができます。アニメーションと境界線を消したい場合は左側から3つ目のデリット機能を使います。次は下の雲にもアニメーションをつけていきます。雲以外のところはアニメーションの影響を受けたくないのでここもしっかり境界線を作ってあげます。次は右側にあるパレット機能を使って色を調整してあげます。最初に出てくるヒューっていう機能は色を丸ごと変える機能です。2つ目のサチュレーション機能は色の濃さを調整できます。3つ目のライトネスは光の明るさですね。4つ目のコントラストを低く設定すると優しい印象を与えることができます。設定が終わるとこういう風にエラーが出るんですけど問題なく作れてます。右上のエクスポートをタップすると書き出してくれます。動画を壁紙として販売したい場合はベロシティの数値を最高まで上げて書き出してください。動画としては違和感があっても待ち受け画面に設定するとこういう風に動きが減るのでベロシティの数字を100まで設定してあげた方が待ち受け画面としてはいいものになります。アニメーションは雲の動きだけでなくこういう風に水玉にもアニメーションをつけて動きをつけることができます。花火の方にも火が飛んでる方向に合わせてアニメーションをつけるとそれっぽいアニメーションは一応できます。
光の方向に合わせてアニメーションをまっすぐ作ってあげて境界線を囲んであげるとすごい映える映像ができます。この写真のようにアニメキャラクターに動きをつけたい場合はちょっと難易度が高いです。まずルフィが持っている螺旋丸が回るアニメーションをつけてあげます。すると手まで動いてしまうので、その場合は下にあるマスク機能を使います。特定の部分を塗りつぶすとそこだけ動かないので、使い方によってはいい効果を発揮できます。まだ変ですよね。螺旋丸の周りにも境界線をつけてあげるんですけど、手の形に沿ってつけてあげるのでちょっと操作は難しいかもしれません。いい感じになりました。周りのエフェクトにも動きに合わせてアニメーションをつけてあげます。最後ルフィを囲んであげたら完成。ここで大事な話を伝えると、作るのは無料なんですけど書き出すためには課金する必要があります。買取制だと6000円、1ヶ月プランだと1500円になります。売れるかどうかもわからないのにいきなり課金はハードルが高いと思うので、まず私が作った壁紙を試してみて直感でこれいけそうだなと思ったら買い取ってもいいし、サブスクで1ヶ月試してみてもいいと思います。受け取り方は概要欄に書いておきますね。この動画を待ち受け画面として設定するには Video to Art っていうアプリをダウンロードする必要があります。 Video to Live のアプリをタップします。一番上のメニューをタップしてさっき作った動画を選択してあげましょう。右の再生ボタンをタップすると動画が流れます。右上にあるメイクをタップしてライブフォトを選択しましょう。商品を販売するために今回はガムロードっていうサイトを利用します。イケてる海外のクリエイターさんたちが使うサイトなので皆さんも使いましょう。右上にある無料で販売を始めるをクリック。全部英語になってるので右クリックして日本語翻訳に変更してあげましょう。販売開始をクリック。ここでアカウントを作成したらこの画面に映るので左側にある販売を選択します。今すぐ販売を開始。デジタル製品を選択して商品名を天気の子のライブワーペーパーにします。値段は一旦8ドルで設定します。次へカスタマイズをクリック。商品の説明文は時間がかかるので AI の力を借りて天気の子のライブワーペーパーの説明文を書くようにお願いします。日本語で返ってくるのでそれを英語に訳してあげます。説明文をコピーして概要欄のところに貼り付けましょう。下にあるメールアドレスとカスタムドメインは空欄で大丈夫です。カバー写真は天気の子と関連する大きい写真を選んであげましょう。サムネ写真はサイズが最低600ピクセルで1対1の正方形のサイズじゃないと載せられないのでここは注意しましょう。ここは購入者が見る購入ボタンのテキストなのでデフォルトでいきます。価格のところはお客様が決められるように設定するボタンもあります。ここを最低の金額を記入すると、それ以上の金額も得られるし少なくとも皆さんが決めた金額の報酬を得られます。右上のセーブ&コンティニューをクリックして商品を載せます。コンピューターファイルズをクリックして待ち受け写真を選択して載せてあげましょう。待ち受け画面のファイル形式は HEIC になっているのでアップロード前はここを確認するようにしてください。これで全ての設定が終わったので右上にあるパブリッシュ&コンティニューをクリックします。下にある矢印ボタンをクリックすると実際どういう画面で表示されているか確認できます。いけてますね。サンプルサイトは概要欄に貼っておきますのでよかったら参考にしてみてください。以上 RKJ ビデオの不良でした。今回も長い動画ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。もう少しで